ス勝さん、当時6歳。爆心地からおよそ 2.5 キロ離れた吉島本町の自宅で被爆しました。家の離れで遊んでいたクリスさんは、突然の激しい閃光が自分の髪の毛をじりじりと焦がすのを感じました。その次の瞬間から何もわからなくなってしまったクリスさん。頭にひどいやけどをしたクリスさんは、親戚の必死の介抱で命を取り留めましたが、被爆以前の記憶がすべて失われ、亡くなった兄たちの顔も思い出せなくなっていました。その後、原爆の後遺症であるがんで声を失ったクリスさんは、人が殺し合うことのない平和な世界への願いを込めて、自身の体験を証言しています。家族は私を含めて7人でいた。父、姉が2人、兄が2人と私です。私の父親はその当時森金属工業いう会社に勤めとったんです。それが皆坂いうところに工場があったもんですから、当日は皆坂の方に父親は行っとったんだそうです。で、残りの長女、姉は結婚して福岡におったんですけども、ちょうど臨時でお産をするので、私の母親の元にいわゆる吉島に帰ってきて子供を産むつもりだったんです。だから長女もおったわけです。それから2番目の姉はいわゆる米軍隊と呼んでましたけども、軍の出先がんでなんかね、暗号とかね、そんなのを解読するような、そこに入っとったもんですから、吉島の家にはもういかはいなくて、その学校の寮、それもなんかいつか1月かいのにあったそうですから、直接被爆にはやってないんです。だから直接あったのが私と母親と一番上の姉ですね。家におったのがです。8月6日は私は家の離れ、それで私の母親と姉は母屋の方におりました。で、離れて私一人で遊んどったらしいんですよ。突然ものすごい閃光、光ですね。あれがね、いわゆる木造の家ですから、屋根瓦の屋根を突き破って私の頭に直接当たってきたんです。閃光が青いような赤いような閃光が。それで私は何が起きたかさっぱり分からずに気絶をして、ただ覚えとるのが、その時に自分の左側の頭の毛がじり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 言うて音を出しながら焼けよるのは覚えとるんです。そこまでは覚えとるんです。ところがそれから全部記号が気絶してわからなくなったんです。それで私はいわゆるカフェとダンス
倒れかかってきたタンスと壁の間に挟まって動けんようなって病気なんてきっとそこにずっと吸い込まっとったそうです。それで母親と姉が私がおらんいうことで探し回って私を見つけてその壁とタンスのところから連れ出した状態だったそうです。だからね信じられんかもしれませんがそれ以降一切私は記憶はないんです。これが一番残念です。過去の記憶が全部なくなったんです。というのがそれまで兄たちとも一緒に生活しとったんですけども兄の顔も思い出せないんです。二人の兄の顔も思い出せないんですよ。どんな遊びをして一緒に遊びよったかとか何を食べてどうじゃこうじゃって一切過去のことがわからん記憶がなくなったんです。それ以降要するに人から聞いたんですけどもそこの左側ここをやられたもんだからここに海馬いう部分があってこれが過去の記憶を全部司るところであってそこを直接やられたらしいので全部記憶がなくなったそうです。私がこうやって今生きとれるのはね私のおじさんいうのが私の父親の兄貴なんです。そのおじさんが山口県の柳井あそこのお寺が自分の家なんで親元なんで一家で全部柳井のお寺に迎えとったわけです。だからおじさんの家族は全部無事だったわけですけどもそのおじさんが広島が大事じゃいうことを聞きつけてすぐ6日のその日に私の家に来てくださったんだそうです。助けにどうなっとるか言うてそれで私を見てみんながこの子はもうダメじゃ私の母親も姉もおいからおじさんもどういうのか私はとにかくこんから上がお化けみたいになって顔が動画みたいに荒れ上がってしまってでも穴も自分で全部潰れてしもうてみんなが残念だけどおそらくダメだろう言うて言われる中をそのおじさんが乳母車に私を乗せて吉島の自分の家からいわゆる今の西広島遠いですねあそこまで乳母車で歩いて運んでくれてそれでリアに乗せてリアはどうとったそうです。リアに乳母車ごと私を乗せてくれておいで柳井に連れてってくれて柳井の大家さんにする毎日ですよ。自転車に乗いて私を連れてってくれたそうです。それで私が今現在こうやって生きとるんですよ。だからそのおじさんが私の本当の恩人なんです。これ全部後で私は親戚のもんから聞いた話なんです。私の親に限らず他の家庭の親さん方も皆さん子供にはね被爆の状態を話すことはなかったそうですよ。親から直接子供にはなかなかねそれなぜかわからんけども言えなかったんじゃないですかね。親がいわゆる私の兄がどうじゃったとか近所の方がどうじゃったとかどんな学校で亡くなっておられたとか
こんなことは一切私の両親からは聞いとらんのんです。私の二人の兄、山陽高校の中学1年と中学3年の2人だったわけですね。あの当時は全部学生さんも国の命令で学徒動員いうことで、いわゆるね、木造の家屋爆弾をして火がついたら全部焼けるからいうことで、危ない家族を全部強制的に壊してね、そういう仕事を学生さんがしよったらしいんです。だから兄二人も当日学校から他の生徒さんと一緒に現場に行っとったわけです。それですぐ6時、二人とも遺骨も何もございません。それはもういいで探したそうです。妹さんが柳から出てきてくれて、私の母親と一緒にそれを探したそうです。子供がどこにおるか収容されてるかいうことでね、ところが全然わからんかったそうです。それでね、いい夕刊目にね、もう諦めとったそうです。そしたらね、あがきが来たんだそうです。弟の方からあがきが。そいで、お母さん、僕は小屋裏の洋学校に収容されてます。だから早く連れに来てください。迎えに来てください言うてね、直筆で弟の方から話が届いたんだそうです。それで飛んで行ったんだそうです。そしたらね、兵隊さんがね、残念ですが、2日前に亡くなられました。ですから、他の人たちと一緒に油をかけて埋葬しましたいうことで、遺骨も何にもないんです。れっきりそれでおしまい。山のようにみんな並べて油をかけて焼いたそうです。兵隊さんの当時は。それが弟の方なんです。どんなに母親もそいて本人、私の次男のお兄さんも生きてるうちに一目会いたかったですよね。本当に地獄ですよ。そんなことがあってはいけません、人間の社会で。おじさんに連れられて柳に行ったでしょ。それからね、約1ヶ月以上、2ヶ月近くね、全然記憶が戻ってないの。全然覚えてないんです。それでお寺だったから縁側がありますでしょ。縁側外にね、あそこにね、寝せられとったんだそうです。暑いから。そいで私がね、目を覚ましたのかなんてか言うたらね、セミの声、お寺だから待つ時とかいっぱいあるでしょ。そこに夏だからセミがいっぱい止まっとるんですね。それがベー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 、そのセミの音で目が覚めたんです、私。それからすぐ意識が戻ったわけじゃないんです。目が覚めたのがいいんで、それからまた眠りについてわからんようになって、少しずつ記憶が戻っていったいうことです。10月以後になっていとこたちとお寺の庭で近所の子供たちも来て、ままごとみたいなのをね、一緒にやっとるの覚えてます。それがだから10月か11月頃です。家族は全部広島。一歩も出ておりません。もう、洋
月も近くなって12月になってね。まさるお前も4月ぐらいはお父さんお母さんと一緒に過ごした方がいいんじゃないかいうことで、その時の12月の末に広島に帰ってきました。私の家がとにかく何にもなくてバランク木造言うても当時材料がないんですからね。父親と母親がいじり材料集めてきて大工さんに頼んでバランクを建てたそうです。だから冬は寒うて風が入ってからそらひどかったですよ。隙間だらけ。冬寒いのにうどんが十分にないわけ。で父親がこう言うたんですよ。そんなに寒くて寝れるのんなら新聞紙を上と下にかけて寝ろ。怒られてね、生きとるだけでもええもんええって言われてね、私初めてね新聞紙で寝ました。どころがあったかいなんかい。風お父さんから新聞紙のかんならあったかいと思いましたよ。食べ物もなんもないんですよ。食べるもんがないから私なんかはね、庭に生えてる草を食べよったですよ。だけどこんな話を今の若い人に言ったってこと絶対伝わるわけない。わからんです。それは経験とらんと。原爆尿でどうだったこうだったわい。言いませんよそりゃ。言いたくない、誰も言いたくない。あそこの間でもね話はしませんでした。あの間ところでどうにもならん。ただ自分のことをこれからどうやって大人になって立派に生活ができるようにするかいうことばっかり。親もそうだったと思います。だから私の親も貧乏人だったんですけども、私のために一生を費やしてくれたと思ってます。はい、ものすごく感謝してます。おそらく今の若い人たちはね、歴史の1ページぐらいしか感じないんや思います。痛みはね、私と同じ痛みはそら感じられません。本当の苦しみはわかりません。だから私が言いたいのは、今の被爆者私みたいなのがおるうちになんとか前進、平和運動前進さないけんとつ、ものすごく強く感じてます。日本人もちろん広島長崎日本と同時に全世界の人々に訴えなくちゃダメ。命をと大切なもの金で買えないもの、こんなに大切な尊いものはないんじゃないですか。戦争言うたら人間同士の殺し合い、命の取り合いですよ。これははっきり言いときます。私が経験しとるから。人間の命を取るのが戦争です。平和平和言うて文字ででかい人で歩いてしまうと平和って何ですか。みんな分かっとらん。平和って私に言うたら地球上から戦争をなくすこと。地球上から命の取り合い言うたら戦争をなくすること。こうなったら世界が平和です。平和がええんでしょ。平和を求めてるんでしょ。